皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さ、自然な日本語で話します。なんかすごく雨が降ってきてちょっと集中できなかったんですけど、今日はね一つお知らせがあります。9月から3週間日本語チャレンジを始めます。読んで考えて書く3週間日本語チャレンジっていうものでして、3週間毎週違うジャンルの文章を読んで、その内容について考え、そして自分の気持ちや意見を日本語で書く練習をしますという内容です。はい、そういう3週間。毎週いろんなトピックを一つ、1週間に1回皆さんに課題を、送って、その課題を読んで皆さんが自分の考えとか意見、あとそれを読んでどう思ったかっていう感想とかを日本語で書くという練習です。結構難しいので、レベルは N2 以上の方としています。でもチャレンジしたい方は全然レベルなんか私 N2 がないって思ってても大丈夫です。はい。ただ読む課題は結構 N2 レベル N2 以上のレベルに設定しているのでそれだけご注意くださいということで。すごい雨降ってきてる。今ね台風が来てるんですよね。はい。その日本語チャレンジなんですけど、1週目は何を読むかというと小説です。はい。太宰治の走れメロスという、もう1940年とかにできたんで、もうすごく前の作品なんですけど、必ず日本の学校の教科書に載るようなすごい有名な小説です。これを今の日本語の言葉、昔の言葉じゃなくて今の日本語の現代語訳に直して皆さんにお送りします。それを読んで、自分の思ったことや感想、意見を書いていただきます。はい。で、2週目は、ニュースです。そして3週目はエッセイとかコラムですね。はい。ってな感じです。結構正しい日本語で書くということを意識するだけじゃなくて、自分の考え、自分の今頭にある考えや意見を言葉にすること、日本語として、表現するというところにも注目していただきたいなと思っていますね。はい。で、いつも、使っている言葉じゃなくて違う言葉を使ってみるとか。はい。そして書いたものを、提出してもらって、私にメールで送ってもらって、それに対して私がフィードバックをするという。はい、この表現はこういう風に使うといいですよとか、もっといい表現ありますよとか、はい、ここいいですねとか、いろんなことをチェックしてまたお返しするという感じですね。詳しくは私の概要欄、このポッドキャストのこの下の説明のところに書いてますので、 URL貼ってますので、そちらをご覧ください。Google フォームになっていて、Google フォームからお申し込みできますので、はい、お待ちしております。はい。ということで、今日は新しい挑戦をするよという話です。皆さん最近新しい挑戦とかしてます？なかなか難しいよね、挑戦って。そう。結論っていうか、もう何をするかだけ先に言うんですけど、新しいポッドキャストチャンネルを作ります。はい。どんなチャンネルかというと、N4 から N3 向けのポッドキャストチャンネルを作ります。はい。はい。このね、春の日本語のチャンネルって今もう N2 から N1 ぐらい、それ以上の人向けのチャンネルになってるんだけど、やっぱすごく難しいっていうコメントもいただくし、
先生 N4 とか N3 レベルのポッドキャスト作ってくださいって言ってくれる方もいて、結構ね、考えていたですね。で、なんだろうな。その日本語教師という仕事、私が日本語教師として、やっぱりこの上級者だけの役に立つコンテンツを作り続けるというよりは、やっぱりすべての日本語学習者の役に立てるようなコンテンツを作りたいなっていうのが、目標とまでは言わないんだけど、私がそうでありたい姿というか、理想の日本語教師の姿みたいな部分があって、ずっとポッドキャストとかじゃなくても、何かしらの形で、その N4、N3 の、N5 も含めてですね。はい。まだ日本語を、勉強してそんなに時間経ってないとか、そういう人たちのお役に立てるものを何か作りたいなって思っていたっていうのがあって、あとは、そうだね。あとはっていうか、そうだね。で、なんでポッドキャストにするかというと、やっぱり私のできることってやっぱ話すことぐらいしかこいつよく喋るなって本当に皆さん思ってると思うんですけど、本当に自分ができることはおしゃべりかなと、思っていて、もちろんね、もうすでにね、本当にたくさんのポッドキャスト、チャンネルがあるじゃないですか、日本語学習の。はい。だからやる意味あんのかなとか思ったりするんですけど、個人的に。でも私にしかできないこともあるかなと思って、私にしかできないスタイル。やっぱいろんな話し方の日本語の先生がいて、いろんなスタイルがあって、それをたくさん聞くのがやっぱ一番日本語レベルをアップさせるにはいいと思うんですよね。だからいろんなスタイルのいろんな日本語の先生のポッドキャストを聞いていただいて、その中の一つで私も聞いていただけたらなと思っています。すっごい雨降ってる。大丈夫ってぐらい降ってる。はい。音入ってるかなってぐらいですね。すいません。台風です。はい。お気をつけて、台風。台風。はい。かな。でね、いろいろ本当にいろいろ考えて、ちょっとね、後半では私のお仕事の話をもうちょっと、なんていうの、深く話したいなと思うんですけど、いろいろ考えて、やっぱ、YouTube とかポッドキャストって無料じゃん。聞くの。ね。めっちゃいいじゃん、それってすごい思うんですよ。もちろんね、ビジネス的にはもちろん有料な、私のビジネスと考えるともちろん有料コンテンツもやっていかなきゃいけないんですけど、ポッドキャストだけじゃやっぱり生活できないので。でもね、無料で日本語を学習できるって最高じゃんって個人的にやっぱ思うんですよ。はい。ほんとちょうどこの間、偶然見つけたニュースで、あれですね、ウクライナの方が日本に、難民として、引っ越してきて、ウクライナに帰れないから日本で生活するみたいな話の、ニュースを見て、やっぱ、日本語ゼロで来るんですよね、難民の方とかって。何にもわからないまま、自分の国に帰れないから、日本に引っ越してきて、で、大変じゃないですか。で、お金もないし、仕事もゲットできないから、国から支援がね、出てるんですけど、その支援も、もう、終わっちゃったらしいんですよね。そう。今年の4月とかそこぐらい、去年とかでも終わっちゃってて、支援金がもらえないっていう話をしてて、そうなるとやっぱ自分で稼ぐしかないじゃないですか。でも、みんな一生懸命日本語とかも勉強しているときに、やっぱお金のかからないコンテンツって、やっぱそういう人たちの助けにもなるんだろうなって思ってて、そ
でいろいろ考えた結果、やっぱ自分に今できることっていうのはポッドキャストチャンネルを作ることかなみたいな。はい。もう名前決めました。はい。春の Easy Japanese。やっぱ春のをつけたいね。春のっていうつけるとやっぱちょっとブランド感があるじゃん。私のやつですよ。春の日本語からの春の Easy Japanese。ね。やっぱ春のシリーズちょっと作っていこうみたいな。いや、そこまで深く考えてないんですけど、はい。春の Easy Japanese。実はこのポッドキャストがアップされてるのと同じ時間に、その春の Easy Japanese の第1エピソードをアップするので、ぜひ皆さん、聞いてみて、よかったらいいねとか、チャンネル登録とかいただけたら嬉しいなと思っております。はい。今このポッドキャストを聞いてる皆さんは、やっぱ中級者、上級者が多いと思うんですけど、簡単にはなってしまうかもしれないんですけど、その聞き流しとして、その日本語を聞くとか、そのテキストを見ずに完全に理解するっていう日本語練習としては、ちょっと自分のレベルより下のレベルのポッドキャストを聞いてみたりするともいいので、ぜひその BGM とか聞き流し、歩きながら気軽に聞けるコンテンツとして、ぜひ利用していただけたらと思います。はい。でもちろんね、このチャンネルは続けるので、はい。心配しないでほしいなと思いますね。はい。ちょっと後半はね、もう少し私の仕事について話したいと思います。はい。そうね。私の仕事についてっていう話って、私はもうフリーランスさ、フリーランサー、日本語学校で働くのをやめて、自分でこのビジネスをやり始めて6年経ったんですね。びっくりですね。6年も続いてることにちょっとびっくりなんですけど、私はありがたいことに、運よくポッドキャストのリスナーさんも増えて、日本語教師の仕事だけで生活できるようになっていますけど、やっぱりね、そのフリーランスって不安定なんですよ。こんな話するのあれなんだけど、ね、よくやっぱりフリーランスいいなとか、いつでも休み取れるじゃんとか、朝起きなくてもいいよね、お昼寝できるよね、好きなことできるよねとか、なんかいろいろ言われるんですけど、間違ってないんですよね、それ、やっぱり。本当いつでも自分のタイミングでお昼寝できるとか最高だし、あとはどこでも働けるっていうのはやっぱフリーランスの一番好きなところで、旅行中でも働ける。そう。ノマドって言いますけどね、最近はね。はい。はい。だがしかしなんですね。それをやるにはですね、ある一定稼いでないと無理なんです。はい。お金がないとそんな余裕がありません。はい。旅行中働けるよね。旅行する金がなきゃいけないんですね。お昼寝できるよね。お金がなきゃそんな余裕ないんですね。いつでも休めるよね。お金がなきゃそんな余裕がないんですね。別に私今お金がないわけじゃないんだけど、別に。だからそういうことじゃなくて、そのフリーランスって、いつどこで自分のビジネスがうまくいかなくなるかがわからないんですよ。本当に目の前が見えない、目の前っていうか、少し先が見えないっていう不安が結構あって、会社員として働いてた時ってやっぱすげえストレスとかいっぱいあったと思うのね。人間関係とか、毎朝早いとか、上司がうざいとか、もう拘束時間が長い、この会社内にいなきゃいけない時間、拘束される時間、捕まってるっていう感じで、拘束時間が長いとか、土日しか休みじゃないとか、ね、そういうのがあって、もちろんね、嫌なポイントもいっぱいあるんですけど、
やっぱ会社員だった時って、会社が潰れない限り、明日の給料が入らないみたいなことってないじゃないですか。来月も同じ給料が入ってくるんですよ。やめなきゃ。うん。でもフリーランスで働くって、やっぱり来月の自分の給料がわからないんですよね。そう。まあもちろんね、大体こんぐらいまで続けられるかなっていうのは数ヶ月はやっぱわかりますけど、まあ1年後とか全くわかんないしね。そう。だからその不安っていうのもやっぱりありますし、今回新しい挑戦をするっていうふうに決めたのは、6年間やってきて、私も32歳になりまして、将来のことをいろいろ考えたんですよね、今後のこととか。で、この間、私の体がちょっと、問題があるっていう話をして、このポッドキャストを撮って編集してる時に、結構考えが改まったっていう部分があって、あと皆さんにコメントをいただいてから結構考えが、変わったというか、改めて考え直したことがたくさんあって、今が一番若いなと。ね。皆さん分かりきってることだし、よく言うことなんですけど、やっぱり改めて思った。今が一番若いんですね。うん。年を取ったら、体力がなくなって、体が衰えていくっていうのは人間として当たり前じゃないですか。ね、体が強くなっていく人がいたら、もうそれはもうなんかスーパーサイヤ人ぐらいの、人間なのかみたいなね、人間なのか化け物なのか、そのボーダーラインみたいなところにいると思うんですけど、私は一般人なので、年を取ったら、体力がなくなっていくじゃないですか。で、今それを実感してるし、実際にね。そうすると、一番体が動けて、一番頭が動くのって今この瞬間なんですよね。でそう思った時に、私は今やれることをやった方がいいなと、やりたいことがあるんだったら今すぐに行動に移した方が良いと思って、その初中級向けのコンテンツを作ろうという決意をしました。はい。あとはですね、フリーランスとして働くということで、やっぱこの6年続きましたけど、7年目、8年目、10年、わかんないんですね。で、人生まだまだ長くて、でも私の人生は今後ね、もっと変わってくる予定があって、例えばね、私は大きい家に住みたいので、猫がいるし、例えば後で将来子供が欲しいってなった時とか、いろんな変わる時があるじゃないですか。家を買いたいとか。やっぱり大きい家に住むってなると、借りるよりやっぱ買うことが、なんか一番いい方法になってくるので、そういうことを考えると、やっぱり自分のビジネスをちゃんと作らなきゃと。いろいろ考えて、太く、長くって感じだね。自分のビジネスを太く長くさせるために、今のうちに行動していこうと考えて、で、今回、新しいチャンネルを作って、またゼロから頑張ろうという気持ちになっているということですね。はい。はい。成功するかはわかりません。やっぱり、今、たくさんのポッドキャストがあって、一番っていうか、どのポッドキャストもやっぱいいポッドキャストで、何が人気になるかもわかんないじゃないですか。はい。そんな世界で、私がゼロから始めて、成功するかもわからないので、やってみるしかないんですけど、もし成功しなくても、別の新しいことを考えていこうかなって思ってますね。はい。今は。やっぱ上がったり下がったりなんで、この気持ちとかもね。やっぱ無理かも。もう嫌だーって思っちゃうかもしれないし、よしやるぞって思うかもしれないし、はい。それはしません。今できることを全力でやっていきたいなと思いますね。
あとフリーランサーは、マグロと一緒なんですね。止まったら死ぬんです。はい。泳ぎ続けなきゃいけないんですよね。うん。やっぱ、会社と一緒で、会社って止まれないじゃないですか。なんか自分が働いてる会社が、うちは現状維持だねとか言ってたら、この会社大丈夫かって思うじゃないですか。ね。やっぱ成長し続けなきゃいけないんですよね、企業って。うん。特に今、そのテクノロジーがすごく進化して、その進化する速さもどんどん速くなってるじゃないですか。その中で、やっぱ、その進化についていかなきゃいけないんですよね。これはまあフリーランサーとか企業だけじゃなくて、今働いてる皆さん、すべての人に言えることだと思うんですけど、やっぱ例えば今だと AI とかね、今後 AI を超えて何か別のテクノロジーもまたすぐに生まれると思うんですけど、その AI って私個人的に言うと別にそんなに好きじゃないんですよね。AI かみたいな。そんなにテクノロジー進化しなくてもいいのにってすごい思うんですよ。もういいって。SNS も好きじゃないし、もういいってねって思うんですよ。ただね、そんなこと言ってても時間は待ってくれないんですよね。時代と進化は止まらないんですよ。本当に。悲しいことに。そう。なので、いや、プライベートでね、もちろん新しいテクノロジー使いたくないっていうのはあるんですけど、やっぱ個人でビジネスしてる人とかは特に、企業とか特に、新しいテクノロジーがどんどん進化していくのが嫌だってね、思う気持ちあると思うんですけど、そんなこと言ってたら自分が置いてかれるだけなんですね、この世界。残酷なんですね。ちょっとすごい真面目な話になってますけど、私はそれを最近すごく痛感していて、なんか止まれないんです。マグロなんです、私。ピチ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 みたいな。泳ぎ続けないと死ぬみたいな。はい。なので、どんどん新しいことにチャレンジして、失敗しても、うまくいかなくても、そこで止まるんじゃなくて、じゃあ次、ここを改善しよう、新しいことをしていこうっていうね、考えていきたいなと、今思っております。はい。すいませんね。なんか、思った以上に暗い話をしちゃったっていうかね。今はすごい私は、楽しい気持ちです。やっぱ新しいことにチャレンジするってすごい楽しくて、ワクワクしてますけど、はい。もう結構ね、慣れたんだね、多分。なんか新しいことにチャレンジすることに対して、怖さとかなくなってきてる。徐々に。麻痺してるかも。多分6年いろんなことやってきて、成功したこと、失敗したこと、たくさんあるんだけど、そう。なんか、麻痺しちゃってるかも。新しいことに挑戦するみたいなこと。はい、楽しみだなっていう気持ちですね。皆さんよかったら応援していただけたら嬉しいなと思います。はい。将来ね、どうなるかなんてわかんないんだけどね。だからこそやっぱり今が一番若くて、今できること。今できることの最善のことを、ね、一番良いことをやっていくことがいいんじゃないかなと思います。はい。あと私みたいに個人でビジネスしてる人、フリーランスの人、経営者の人、ね、同じ考えの人いるかもしれないなってちょっと思って、一緒に頑張ろうぜっていう、っていう感じですね。はい。ということで、今日は、新しい挑戦についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。何でしたっけ？YouTube メンバーシップやっています。メンバーシップに入っていただくと、いろいろ学習コンテンツをゲットできたり、私のゲームプレイビデオが見れたりできますので、よろしくお願いします。はい。あとは、
会話教材作りました。カジュアル系の会話教材と、あとはビジネス系の敬語がたくさん入ってる会話教材2つ発売中なので、こちらも私のウェブサイトご覧ください。はい。あとサニーサイドジャパニーズポッドキャスト、こちらもぜひチェックしてみてください。他の先生とお話しする対話式のポッドキャストになっております。はい。そしてサニーサイドジャパニーズグループ会話クラスコミュニティ、こちらもメンバーどんどん募集しております。ぜひウェイティングリストに名前を書いていただくと割とすぐ連絡がいくと思いますので、はい、今メンバー増やしてますのでよろしくお願いいたします。はい。そしてゆうゆうさんとやっている春とゆうゆうでゲームで日本語、こちらもチェックしてみてください。ちょうどねリトルナイトメアがクリアしたリトルナイトメア3をね2人でクリアして、次はまた新しいゲームをしていこうと思ってます。はい。ということで、まだまだね、台風が来たりとか、暑い日が戻ってきたりとか、ね、もう忙しいんですけれども、皆さん頑張っていきましょう。はい。それでは、また次回。さよなら。バイバイ。